珍しい3人ですね。珍しいね。初めての3人。本当に初めての3人。26プラスの話ですか。26プラス。なんで急にこんな話をこの3人でし始めようとしたかっていう。俺ちなみに昨日2人から言われてきたから、あ、そう昨日谷さんがそういえば金子呼ばないのって忘れてたとかってそうだ呼びましょうって26プラスの話するにやつを呼ばないのはおかしいだろうってなったんだね。なんか風の噂で聞いてたの。聞いてたんだけど、そう聞いてたんだけど誘われねえなと思って寂しかった。サブちゃんとも話したんだけどなんか誘われないなあ、俺嫌われてんかなって、そう思ったんだけど、呼べよ。すいません、俺完全に一回こういう YouTube 撮るんですよって言ったのは伝えたじゃないですか行きたいって言ってそのいいじゃないですかで昨日の夜谷さんに言われてそうでもいいよね、前日に呼んだら来るっていうね。そうすぐ来る。ありがとうございます。パーティーボーイだからねまあもうちょっともうすでに何ぞやって感じだと思うんですけど、そうですね、多分26インチプラスっていうホイールの企画があるじゃないですか、で、ずっとあってそれ自体は、で俺と谷さんが急にそれに燃え上がって、俺がここで上馬店でレジ切って26プラスのホイール組もうって思ってたら、谷さんが26プラスのホイール組もうと思うんだよねっていうえっていう口合わせしたわけじゃないんだじゃないのに同時多発的に別の場所で勝手に同じこと考えてたっていう同じリムで同じハブでホイール組んでたっていう事実があってYouTube 撮ろうよってなったっていうのが、始まりなんですけど、今日はなんでだっていう話を。なるほど、何のリムと何のハブ？俺はもうこの WTB の STI40 とそれだ、そうポールのワードハブ。ポールのワードハブだけ俺一緒だわ。俺デュアリーだね。ベロシティのデュアリー。そうあいつが出た時からもうずっと買ってやろうと思ってそうその時26インチしかなかったの。26インチでデュアリー26インチと29インチしかなかったんですよ。そうだね、デュアリーなかったね。そうなかったんで29インチ俺使えないしなと思って、もう26インチ買おうっつって、もうとりあえずリムから俺始まったからなるほど。デュアリーのイメージあるね。そうなんですよ。あれデュアリーの話じゃないもんね。いやでもいい。そうなんですよ。今僕はこの WTB のリムがいいなと思いましたけど、これって割と後発じゃないですか。後発なんだけど、これ実は同じタイミングで多分出てたはず。そうなんですか。そうなんかデュアリーが出たんだよ、幅広みたいなやつが出たね。キモいっすよ俺今日。いいよ再生回数500だからこれは500回だから。そうリムってさ、もう大体の幅さ決まってんじゃん、なんかもうスイートスポットみたいな。そうロードはこんなもんだしマウンテンはこんなもんみたいな感じだったんだけど、いきなりベロシティがバン45だっけ50だっけ、外45で内39とかそうですね、38とか、そうもうダンデュアリー逸脱したやつをインストックダウンみたいな感じだったから、おーってなってで、とりあえず俺これ欲しいと思って、どんなタイヤでも広くなんだろうこれつけたらみたいな、間違った認識で俺は買ったんだよあれを。既存のタイヤを太くしよう。そう俺の 2.35 が 2.5 なんじゃないかと思って買ったの。そしたらただ単純に 2.35 そのままでトップの面だけ平らになるっていうでしょ。接地面が増える、接地面だけが増えるっていうのが起きて、全然履き心地が良くならなかったっていう思い出がある。なるほど。それまではさ、ラビットホールサーリーのあれしかなかったんだよね。あれしかなかったです。でチューブレスができるワイドがなかったですね。デュアリーが我々初見だったというかね。そうなんです。でしかもラージマージっていうのがいるんだけどさ、ファットリムでさいたんだけどね、あいつとかでなんかそのあれいくつだ2.6 とかのタイヤを履かせて広がらせるっていうことをしてるプサンって人とかがいたね。そういたりとかして、やっぱああいうのを俺見ながら、うわファットタイヤじゃないんだけど、でもマウンテンタイヤより太いやつってなんか欲しいよなっていうのがあって、なんかそういうなんつうんだ試行錯誤つうかさ、なんかこうチャレンジを隙間産業的なずっとっていうかなんかこうやったりもしてチャレンジもしたりして失敗してみたいなのがなってる時にデュアリーも出たし、あと WTB で KOM シリーズね。そうですね、この辺が出たんですよね確かね。だから 27.5 プラスが先か。
期限からとっちらかってきたな。あれだね、26プラスの定義を説明しないと。そうだ、すいません、忘れました。 そうですね。 26×2.8 から 3.0 のタイヤだよね、そうなんですがセミファット。めっちゃ狭い。めっちゃ狭いめっちゃ狭い。で事実上 2.8 と 3.0 の 2択ですからね、タイヤその間じゃなくて。あと26インチの規格がどんどんなくなってる昨そう今。絶滅しつつあるはのに、い、のにのに首の皮一枚ずっとつながってるっていう。これ期限としてはさ、サーリーだよね多分ね。俺はサーリーだと思うっていう認識なんだよな。サーリーが始めたいろんな企画のうちの1個だよね。そうのはずです。で今から20年ぐらい前にファットバイクが出たやんか。出た26の 3.6 とか 3.8 とか、 3.8、最終的には 4.0 とかもあったよね。そうですね。 4.8 とかね。ちなみに今 5.2。あ、そんな言った？あれ、いや今ムーンランダーです。ムーンランダー、そうそっか。あれ 5. あれ違う 6.2 いやか。俺結構7インチ近い、あれ 24×7 インチみたいな。そう、あれ24インチなの。 24だよね、うんでファットバイクブームっていうのがボカーンとあってあれがちょっと落ち着いて、ですで29プラスが最初か。29プラスが最初。クランパスか。クランパスクランパスそうかクランパスが最初です。にそのファットバイクだとさ BB がさ100ミリになっちゃうじゃん。でフロントハブも135になったりして楽しいけど他のバイクとの互換がなかったりいじりがいがなかったんだよね。うんでクランパスが普通の 73mmBB でタイヤが 3.0 っていう普通のマウンテンバイクとファットバイクの間みたいのが出て、で先に29プラスでその後26プラス。俺はその曖昧なんだよね。と26プラスが出てそのすぐ後に 27.5 プラス、そんな気がします。そういう順番か。でもまあその26プラスが出てっていうほどホットゾーンじゃないんですよ。盛り上がらなかったよ26プラねスがそんなにね、一部のサーリーファンだけだったよね。最初そうですね多分トロールとかじゃないトロールかもしんない、かも。でもなんかインスティゲーターな気もすんだよな。最初タイヤナードしかなんだよね。ナードしかクラなかった。ンパスと同時にナードの2級が出て、なんか26プラスって僕最初は今でこそこういうちょっとマウンテンバイクチックな感じですけど、本当にトロールかなっていうみたいに26プラスなんかツーリングバイクのめっちゃ太いタイヤ用のサイズみたいなイメージがあったんですよね。あ、でもそうかもしれない。 ET タイヤが出た時はそんなイメージだったか。そうですね、そうだったかな。いや本当にトロールの26で太い、なんかその時シュワルベとかしかなかったじゃないスーパーモト X とかみたいなので、太いツーリングタイヤ履けるみたいなイメージでした。ちょっと本当は分かんないですけど、トロール 2.75 がなんかマックスタイヤクリアランスっていうのをいつだ 26×2.75 みたいなのがあったんね。そうです、2.75 ですね。275の 2.4 とかのマウンテンタイヤと外形が一緒の26ですみたいな。そうですめっちゃややこしかったんですよ。表記もなんかあったし、そう、ねそうその時にダートウィザードとかナードとかがあったのか。出てましたね。そうですね、本当はさこの時に流行らせたかったというか、そうですねメーカー側はね、はい、でもそんなだったんだよね。そんなでしたね。あとやっぱファットバイクの兄弟みたいなイメージが強かった。強かった強かったそんな太くなくていいだろう、はいみたいなね、そうですね。それをもう今更今更ね。今更なんでですかね。てかそうゆいちゃんは何なのきっかけは26プラスを手に取った。最近いやマウンテンバイクをすごいちゃんと乗らせてもらうというか乗りに行くことが多いじゃないですか、で、この3人だけだけど車内でいや、そんなことそんなこといや、そうですね、そうかもしれない。で初めて空手モンキー組んで275プラスを使ったんですよ、プラスすげえいいじゃんってあ思って。分かる超分かる。もうプラスがそもそも、3.0 とか 2.8 とか使うの初めてだった、めっちゃいいと思って。で空手モンキー乗れば乗るほど、いやこれ26多分純粋に26プラスを試してみたいと思って、29プラスは、ちょっと僕の身長ではちょっとでかすぎるなと。体型がね、もう取り回し本当ツーリングとかだったらもしかしたらいいのかもしれないですけど、山遊び野遊びするってなったらちょっと車輪はもうちょいちっちゃい方がいいなってなって、急に26プラス気になるってなって、気になったんで組んだんですよ、とりあえずホイールを。で組んでみたら、使えるフレームを一本も持ってないんですよホイールきっかけね。ホイールきっかけ。なるほどね。とりあえず組んだらめちゃくちゃかっこいいと思って、何に使おう、ない使えねえとりあえずこれを何で作ったの？これはポールの、ワードハブで組んであるんで、であれはこれは今142です。
なんでブなんでーストじゃないスルーアクセルなるほど。フロントはフロントも、それは今ブーストじゃない12ミリだ。100の12で僕はシャフ相トを3当本買ったニッチだけどねこれ今のエバージョンにしか使わないじゃないか。エバージョン専用だ。エバージョン専用あとでだね。前後クイックのシャフトも買いましたワンバイワンで使えるじゃん。そうなんですだから最後ワンバイワンに戻ってこれるってこと。あとインスティゲーターでも使える。回帰できる確かに。インスティゲーターないけど。ないですワンバイワンもないけど。まあまあまあいやーフレームが全然ねえじゃん。フレームが全然ないなんで、もう最終の目標は、まあ、オーダーなんですよ僕ああ、なるほどね。26プラスの SS のマウンテンをオーダーしようで前後、まあ、クリック、まあ、ボルト止めで組みたいんでポールのこのシャフトも交換用も買って最終的にはファルコナーでクイックディスクの26プラスシングルマウンテンをオーダーするっていう最後の夢が、最後の夢が立てたんですよ、ただそれが多分何年後になるかわからないことにまたそこで気づくじゃあホイール組むの早すぎるよ。早すぎてもうシーラントも入っちゃってるんで固まるね。これでただただ置いてあるだけになっちゃうんですよたまにこうシェイクしないと。本当に何をやってんだって気づいて、まあもうここで、まあ、最後まで話をしちゃうと新しいエバージョンに使えるやんってなって、ああ、そうだね。はい、エバージョンが今ブーストじゃなくなったのフレームが俺多分エバージョン買います、そうだね。新エバージョン。新エバージョンのためにスルー今前後スルーにやってて26プラスの SS のエバージョンをちょっと組みたいなと思っていいね。いいかも。なんか強調しておきたいのはさ今、みんな俺もだけどフレームがねえって話じゃん。だからそうですね決して自転車屋さんとか業界が流行らせようとか売ろうとしてるものではないんだよね。ないっすね。それで集まったわけじゃないんだよ。そうななんのですよねに俺と谷さんがこれは今熱くねってなって YouTube 撮ろうとか言ってるんですよ盛り上がったのね。ないこれは何年後かにもしかしたら見てくれる人がいるかもしれない。確かに確かに。もしかしたら何年後かにもうないかもしれない26インチプラスしかないかもしれない。あ本当本当いや、ない。めっちゃバズってるそうそう、めっちゃないな。だとしたらこれ鬼バズりするっすよこの動画確かにね。そうだね。だって売ろうにもフレームがないんだもん。今僕たちがご用意できるフレームだと、まあ、さっき言ったエバージョンとエバージョン、まあ、トレイル140と、そうねブリッジクラブ、うんブリッジクラブ、ローサイドローサイド。サイドサーリーそうね。あとストリッツランド。ストリートランドのストリートランドビーチコマビーチコマーだね。あたりが26プラスの、まあ、ちょっと使えるハブの規格は、フレームによってちょっとずつ変わりますけど、一応26プラスが使えますよっていう歌ってるフレームはその辺ですかね。あとまあ非公式だけど多分スケープボート、スケープボートスケープボート。谷さんはなんで？急に。きっかけはそのカネヤンと一緒に月齢マウンテン部をやってるじゃんやかっ。てるっすね。で俺は275プラス信者だったのずっと。あね、そうでしたもんね。そういいよってずっと言ってでたもんな。愚痴なんだけどブルーラグの人ってみんなあんま太いタイヤ好きじゃないっていうかそんな太いのいりますとか結構言われたの。俺が275プラスとか好きでマキシスから 2.8 のリーコンプラスが出たんだよねとか興奮してたらあんまなんかそんな太くなくてよくないですかみたいな乗るのうまい子たち。俺も言ってたと思いますあ上ちゃんも言ってたわ裏切り者ね俺何も言われないんだよそういう時。まあ、でも谷さんが今みんなって言うんですけど多分ここで喋ってるだけですよ。我々だけの話ね。でそんな太いのいらなくないですかって虐げられてきたけどやっぱられてきた。遊べば遊ぶほど 2.8 とか 3.0 の太さがめっちゃ楽しくて、で何回かそのマウンテンバイク部で遊んでるうちに、俺275プラスのマウンテンバイク乗ってるんだけど、1x1 を持ち出してきたのね。まあカネヤンといえば 1x1 じゃん。で26プラスがめっちゃ楽しそうだったの。そうですね。275プラスもでかいっちゃでかいじゃん。でかいですね。でかいいですでかいですでかいです。でまあ俺の体格でギリなのかなと思ってて、でクラストのマットさんと、あとストリッツランドがなんかこのサーリーが15年前に作ったこの26プラスをサーリーでさえ諦めかけてるのにずっと最高だって言い続けてるじゃん。でうっすら脳裏にそういえばマットもストリッツもカネヤンもずっと信じてるよなこの企画と思って欲しくなったわけよ。だから先を越されたの。上ちゃんがホイール組んだって俺より先に組んでて、
あと幡ヶ谷のミンミンがさあ E ベジョントレイルあを組んで、うんおなんだよ俺ずっと考えてたのにって感じで慌てて組んでなるほど。じゃあ俺の26インチプラスのあそうですね話させてもらっていいですか、僕うんうんいいよ一番最初そのさもう何回も言うけどさ、はいやっぱアメリカ行ったさ、そのサーリあーーのネットも行った時にミネアポリス乗ったワンバイワンがも衝撃やった。う本当にバコーンだよね、本当へー左ストレートバコーンバコーンみたいな感じだったのよ本当に。楽しそうやなでもそれには 2.6 とかのタイヤだったのよ。あーそうなんだそうでもその時はトレンドは 26.5 あ 27.5 がなんかマウンテンバイクホイールで、まあまあまあそう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 あるっぽいって思って、あ 27.5 にしようって思ったけどアメリカ行って26インチでいいやってなって帰ってきて、でも26インチの 2.6 ぐらいのタイヤの太さがなかったから戻ってきて、そのレンジャーっていうタイヤで 2.8 あったから、ワンチャン履けるっしょっつって入れたら入ったってなって来たぜって言ってそっからだよね。ああ、なでるほど。その時に谷さんとかと、そうそれ俺覚えて誘われて、うんマウンテンバイク行こうよって言わなんれて、か上山店に電話かかってきて26の 2.8 のレンジャーないですかって言ったわ言った電話かかってきた言ったであるよっつって言った3.0 と 2.8 両方あるよっていう確か電話で言ったで2.8 送ってもらっていいですかって言われたわその時か言ったで、そうです本当それです。あの時最初 3.0 もあったよねこれね 3.0 今もうカタログに載ってるけど出回ってないよね多分ねそうなんだ、そっか。 3.0 と 2.8 が選べますだった気がするだ多分もうそんな売れなかったんですよきっと。まあねでどっちかをね落とすしかなったの。で多分レンジャーはこれでそうレンジャーを買ってうん行くんですよ、谷さんと、うんうんうんマウンテンバイクに言ったね行くんですけど、もうね日本の野山の粘土質の土は何一つつかまないこいつ本当にそんなこと言わないでよ。まあねまだ使ってないのに。本当にドライパックだったらいいけどもう本当にレンジャー粘土のところはね、まあねぬるぬるのとこ弱いよねそうあそこはねそうでしかもね街中はすごい転がる、はい転がるねそうなんだけどそういうところだとうまく作用しないから、その行っている時にね、うん結構本当に狂ったように言ってましたよね、谷さんね。言ってたそうでレンジャーが俺初めてだよマウンテンバイク店すり減らしたの、本当にこれがもうツルツルになっちゃってビッグアップルになったそうピックアップになっちゃってそうそれで26インチプラスで伸びなタイヤないかなって言って調べてたっていうかなんかこう思い巡らしてたらサーリーだ、ダートウィザードあるやんけっていう、そうこいつですよ、最強のタイヤ最強のただね俺こいつはもう本当にあれだよ、本当に物を売らないようなこと言うけど、あんまいい曲なかったの、マジで進まねえなっていう、重たいしねそうしかなかったレンジャーは1キロ切るんでねそうなんですよ 800g そうとか800ちょいなんですよ。でこれも 1.2 とかそうなんかそんなぐらいのやつで TPI がね120と60確かあったはずなんですよ。あった高い方あったそうそうそうめちゃめちゃしなやかなやつでこれまで多分ね後でタイさんと話するんですけど、それでこれでもうこのタイヤしかねえやってなって、で幡ヶ谷店在庫なくて上本行きますよね確かそしたらあるよあるよっつって120と60両方あるよってなって高い方もあるよそうでなんか多分60買ったんじゃないかな確か。そうそうだねそうでこれやめないでほしいなサーリーそうですねマジで見ないでほしい。でこれ買って今使ってるんだけど、うんうん俺の今のところの26インチの最適機械はこれかもしれない。そう本当に重いけど、はい26インチになったことであれで本当バカな発想だよ、はい、27.5 のさ 3.0 とさ26インチの 3.0 だとさゴムの多分質量さちょっとちげえじゃんだからちょっと軽いんだよなんかでもその通りじゃない。なんかねクラストのマットさんもね29プラスの重いタイヤ、軽いタイヤよりも26プラスの重いタイヤの方が軽いみたいなこと言ってる。で29から26になるだけで 200g 以上軽くなるからでしかもやっぱ我々さマウンテンバイクだったらチューブレスに しちゃうじゃないですか。したいですね、でやっぱ極太であればあるほどチューブレスが生きるのよ。生きる、そうチューブが重い。そうチューブが重いし、でしかもさこんだけエアボリュームあるからさ抜けてんのか抜けてるのか分かんない。分かんないそうアバウトで勘違いできる。そう大丈夫だ。そう
抜けてるかもしれないみたいな、でもまあこれぐらいで全然いいよねみたいな感じができるからいいよね。いいよね。そう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 、まあしかもその時のチューブレスって今よりもちょっと微妙でしたからね。一か八か感あったよね。そうですね、そうですね。もうこいつはもう安心しかなかったの。本当にこんだけ重いからさ、横も分厚いし。これでもビート上がると取れないよね。取れない取れないそうですマジでタイヤ、車のタイヤみたいな。ちなみにそれはこのリムそうでそうなんですよね。 ST こいつそうこいつがマジでマジでびっくりした。もうチューブレスにしかさせねえぞっていうようなリムで、いや本当にそうビード落とす時さ、床に置いて踏むもん。そうそうビードこれカ親指チカチ。折れるかなと思ったって言ってバッコンって言って落ちてね、これそれで触れが出るもん。寝る時もやばかったっす。やばいやばい、超硬い。窓割れるかと思うぐらいの衝撃波がコンプレッサーで。マジでびっくりした。そうだった。いやでも乗りやショート動画で心地は乗り心地乗り味に関しては。そうですね、すいません。26インチプラスがなんかもう楽しすぎてさ、てかはい良すぎてさ、なんかもうそういう話しかしなかったけど、そう乗り心地はなんつうんだろう、確かに街中じゃ進まないっていうのまあねはあるんだけど、やっぱ外周はでっかくなってるの、だからそのなんだ 2.3 とかを膨らまして乗ってた時代とかと比べると全然走れるし、あとはなんだ、さっき言ってたけどこう上が平らになっちゃわないでちゃんとこうやって、ね丸くなるよね丸くなるから、なんかコーナリングとかも全然普通ではある、まあもちろんタイヤが重いからその重さみたいなやつは感じるんだけど、まあ、外周がちっちゃくなってるわけだから割と取り回せるんだよね、そうそうそう、なんか重い遅いって感じもあんましないよね。そうで29インチプラスの利点はさ、利点と言われてたものがさ、29インチプラスかの利点と言われてたものがさ、その外形がでかいから根っことか岩とかを乗り越えられるようにそう力が強いんだよね。そう言われるんだけども、全然これでもやっぱタイヤボリュームがあるから潰れるんで、ね意外とね乗り越えちゃうんだよね。確かになんかドゥンってなることが俺あないなと思うのこれに。そう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 だからね、そうトレイルでの走破性っていうのは全然問題ないっていう感じ、あとまあマッシュと乗り比べて思うことなんだけど、マッシュハードテール。マッシュハードテール、マッシュハードテールは 27.5 あれ275の 2.6？5？かな 2.5 ですか？テラベイル。テラベイル。あっちのハードテールの方が進み心地もいいし、上り坂とかもまあちょっと楽だし、あとなんだろうな、なんとか負けてるけど26。いや大丈夫ですね。 26のいいとこ行って。そうなんだけど、パッション以外やっぱタイトなさコーナーっていうかトレイル、ヒラヒラするそう日本のさ、そう日本のっていうか我々の行くところって狭いじゃないですか。狭いそう狭いのよね。でやっぱそういうとこ持ってったりした時にとかっていうのがやっぱあるの大変なのなんだけど26インチってさちっちゃいからさ、なんかそういうタイトコーナーとか普通にペンってこういなせるというかさ、すぐ持っていけるっていうのがプリプリいける。そうあるから結構それはね楽しい。そうあれだね、なんかその乗らされてる感がないんだよ。ああそそうだねれめっちゃいいかもしれないですね。いい表現かもしれない。 2ナイナーさ乗るとさ、長っみたいなのあんじゃん。そう振り回されてる感じというかそうちょっと上手くなった錯覚があるというかさ。そうだからなんかねそう、まあ、もちろん合うバイクがないとは言うんだけどワンチャン狙いでやってみるのも全然ありな気がして、あり 27.5 のマウンテンバイクフレームを私は持ってますと。で 27.5 と同じぐらいの外形になってるわけじゃない、でまあ問題なのは横幅なわけですよね、だからそれが例えば3インチ以上測ってみてあったりしたらなんか多分履けるかもしんねえっていう、80ミリぐらいかな、ノギスでそうですね80ぐらいを当ててぐらいそう感覚があったらそうワンチャンこれもしか履けるし、したらニッパーでサイドノブ切る羽目になるかもしれないけど全然そうそれもあるかもしれないけど、でもそんぐらいまでしても結構面白いかもって思う。で275のバイクだね。そうでサスペンションフォークも意外と横幅やっぱいけること多いよね。80、90ある
からロックショックさんも型下っていうかなんか共通ですもんね。ね、そう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 88あるから絶対プラスは入る。そうだからその辺とかのサスペンションフォーク持ってるハードテールの 27.5 プラス 27.5 のフレームとか持ってる人だったら、割とこういうのでホイール組んで遊んでみても絶対面白いし、ね、と思うのですよ。わあ素晴らしい。いいと思います。そういいです。あとあれやな、バーンナックルフォーク、バーンナックルフォークってなんだっけ、あ誰かなんだっけストリッツランド読み方合ってる、ストリッツのそうバーナックルフォーク、バーナックルフォーク、ババーンナックルはガガロロー伝伝説説です。そうですヘリー・ボガードか。そうですバーンナックルフォークが入るじゃん。入ります。そうだ普通の26のバイクでフロントだけぶっ込むのもかっこいいね。かっこいいいいですね。後ろは 26.2.3 とかパンパンにしといて、かっこいい。前はラビットホールとか ST とかそれこそデュアリーでフロント26プラスとかかっこいいよね。異形さがいいですね。ねえ、あのフォークを使うのもありやな。だからあれだ、もう一個俺言い忘れてた。そのワンバイワンさ、サスペンションフォーク、今はサスペンションフォークですが、リジットフォークでもう乗ってた時代があるじゃないですか。白いやつ。そうで、あの時にやっぱりサスペンションフォークがないもんだから、少しでもサスペンションの機構を持たせたいって言って、ファットタイヤ選んだっていうのがですね。サリーだね。そうですね。そうサリーが最初言ってたよね、26プラスじゃなくてパグスレの時だったんだけど、20ミリ30ミリフルサスペンションバイクだみたいな。確かにそうですね。そう前後ともこのだけサスペンションが効きますからね。鉄の塊のフルリジット作っといて、これはフルサスだっつって30ミリフルサスペンション。何言うとんねんっていう。まあそこはかっこいいじゃん。それがサリー好き。もうクラストのマットもエヴァージョン26プラスで組むのが一番いいって言ってますからね。最高だっつってるもんね。でもね、そう漕ぎ心地とかなんだ、漕ぎ出しはやっぱ軽い感じするからね。27.5 とかに比べるとね、軽く感じる。巡航してる時がね、進まねえおめえみたいな、そう伸びないんですね。そうだからシングルで組んじゃうのある意味合理的だよね。シングルでコード範囲限ってれば。そうです。もちろんギアドで組んでもいいんですけど、ギアドで組んでもなんか伸びはしねえよっていう感じのそう重いギアで組んでも伸びないから。ポジティブが少ないの。伸びないぞ伸びを期待しちゃダメだぞ。伸びないぞ700C の方が速いに決まってるから。速さを求めちゃダメだもん。速さ求めちゃダメ。でもそうだね、なんかさっきなんかウェンツがいいじゃんって言ってくれたけど、もう本当その取り回せるいいサイズ感なのよ。なんか僕らの身長だとね。僕らはあんまイメージないですけど、よく海外のお客さんとかで来た時に BMX 由来だとかっていう、俺はもう BMX がルーツでさとかって言うんだけど、あれって取り回せることを初めて知ったのが多分 BMX とかなんだろうなって思うので、なんか結構自転車にとってさ、それって大事っていうかさ、自分の背丈というか身の丈か、そうに合った乗り物ってなんか絶対ある気がして、でなんかマウンテンバイクもやっぱすげえそれを俺感じたのね。29インチとか乗ったりとか 27.5 とか乗ってきて、でその時にやっぱ26インチプラスっていうのは、なんかこれが身の丈なのかもって、身の丈っていうかちょうどいい俺の取り回しやすいサイズかも。160センチから170センチだったら、理にかなってるよね。190センチの人と同じでいいわけないっていうかさ。やっぱり僕もそのコンペティティブなところから自転車入ってるんで、229が出たら229いいのかなとか、275プラスが出たら275プラスがいいのかな試してみましたけど、結局戻ってくるんだみたいな、その10年前からサーリーとかクラスとか言ってたことにこう立ち返っていくんだって。そうね。あれですよね、一番最初の話で言ってたんですけど、世の中のマーケットが作った企画とかをみんなは売ろうとするけども、なんかやっぱこういうのって大事なんだよっていうのをなんかこう思ってるブランドが少なからずいて、こういうの出してくれてるのは超ありがたいし、で結構やっぱそれは本当大事なことだからこうやって形になってるんだよなっていうのがあるんで、でぶっちゃけ次さ、マウンテンバイク業界さんはさ2ナーをもう一回あれしようとしてるじゃない。そうですね。で確かにね、なんかフォークも2級しか出ないのがメーカーがあったりとかしてさ、タイヤもどんどん2級ばっかりになっちゃうじゃん。でもおかしな話でさ、
次の流行りはこれだ、これの方がいいらしいぞってさ業界がやるけどさ、別に来年俺の身長が伸びるわけでもないし、俺の体がでかくなるわけもないんだから、29流行らせられたってこれのが俺にはしっくりくるぞってなったらさ、これの選択肢がいつでも手に入んないとダメだよね。手に入らないとダメですね。今のところタイヤがこの2個しかないタイヤ2択、リム3択みたいな、フレーム4択状態そうないじゃん。狭い。だからもうクラストとストリッツと手を取り合って、微力ながらこれが手に入る世の中にしていかないとだね。ですね、確かにね。我々の体格の人間たちにね。でもいい2択ですよね。いい2択、確かにいい2択いい2択が残ってくれたっていう。軽くて細かくて転がるやつと、ちょっと重いけどちゃんと下れるやつね。絶対に掴んでくれるやつ。まあでもこの2個ありゃいいのかな。あれ間が欲しいかな。まあなんかリーコンプラス的なのが欲しいな、間に。リーコンプラス的なのも欲しいですし、めっちゃ単純に単サイドのとかも欲しい。あとスリック欲しいな。なんかちょっとやっぱ使ってみたい。そうそう。確かに ET タイヤの 2.8 か 3.0 出ないからな。そうですね。あとそれかコンチネンタルのバスケットボールタイヤの 3.0。それは欲しいのかもしれないけど。そうそうか。それずっと言ってますもんね。だってそう。まあそれかカバの 3.0。カバの 3.0 はいいです。すごい乗り心地だろうな。なんか多分そう。でレースコンパウンドで。そうもう本当に真ん中の三角形もこうで、横の継ぎ目も5倍ぐらい。いいね。すごいな。26インチプラスで、もし何でもフレーム作れるとしたらどんなんですか？いい質問だね。だってほらハンドメイドってさっきキーワード出たから、なんかじゃあこのホイールがあるけどフレームないんですよって今言ってるじゃない。ってことはまあさ、ハンドメイドで作るっていう選択肢もあるわけじゃない。ってなった時にさ、どういうバイク欲しいんかなと思って。もう実はもうオーダーしてんの。あ、そうなの？内緒で。なんで内緒ですか？そのこれのが入るバイクが欲しすぎて、そういいな。上ちゃんと俺がたまたま同じようなバイクだったらそこも被ってて、シングルで26プラスが入って、でサスペンションいらない鉄フォークでよくてみたいな。で俺は最初いつも大好きなキャメロン・ファルコナーっていうビルダーさんに作ってもらおうとしたんだけど、なんかメイドっていうバイクショーとかでの出会いもあって、トム・ラマーシェ。ラマーシェか。でやっぱあの人ってさ、ピストのさこのイメージがあるじゃん。あの人が作るこれが入るバイクってめっちゃ楽しいんじゃないかって、下手くそな俺でもなんかちょっとフロントを上げやすかったりするのかなとか思ってオーダーしちゃった。いいっすね。いいなそれ。でもフレーム来るのね先だからね。フルリジットか。いいな。上ちゃんも。俺はもうファルコナーに。ファルコン間に合ったっていうか。間に合ったっていうか全然まだまだ先なんですけど、オーダーして一回乗って彼のところに行きたいなと思って。いいね。持って行って出来上がったよっつったら取りに行けばもう。そうだってパーツ抱えてシングルだからすぐ組めるわ。工具貸してってピットだけ貸してあとさ、保険で275 2.4 と互換で作ってもらうと、こんな弱気なこと言っちゃダメだけど、万が一このタイヤとリムがなくなった時にフレームがおじゃんにならないように。あとは単純に俺らのブームが去った場合みたいな。275に戻るわって時はもしかしたらね来るかもしれない。なるほど。でもまあそのいわゆるなんだろう、僕と谷さんがお願いしてるのとプレイバイクというか的なのもいいと思いますし、俺は結構ロングホールトラッカー的なバイクでツーリングバイクで26プラスとかも俺はちょっと興味あるなと思います。なんか直せそうだもんね。縫ったりして直せそうだね。タイヤの話です。なんかそう。サーリやな。なんか思わん。まあでもなんか分かんないです。なんか確かにちょっとガサツな気がしちゃうんですよ。なんかそうこの太さってガサツだよね。なんかねいけるんじゃねみたいな。なんとかなんじゃねっていう。そうでしかも空気圧ちょっと弱くてもさ、別にこうムチムチでいけますから。いけるからさ。だツーリングタイヤでこの幅とか結構出てたじゃないですか。一時さ。だそういうのとかもあんのかなって勝手に妄想してた俺。金子さんがさっき全然進まないって言ってたんで違うかなと思ったんですけど。でも大丈夫。このタイヤは進む。そう。ダートウィザードでいかない方がいい。ダートウィザードでいいかない方がいい。ダートウィザードはもう取れるだけでいい。こういうちょっとノブの低いタイヤで26プラスのギア付きでシングルじゃなくてもいいか、ツーリングバイクがあってもいいかなと。で
谷さんはまだそのあるじゃないですか、とっておきが。ビルダーさんにバイクを、このホイールが使えるバイクをオーダーしたんだけど、もうぶっちゃけ来るの1年後2年後だから我慢ができへんくて、結局そう俺と谷さんの良くないとこはフレームが来る目処が立ってないのにホイール勝手に組んじゃってるってそうだね。これが谷さんのやつか。そうあ、ローサイドか。今オーダーしてるバイクのプロトキをもう欲しくなっちゃったのでプロトキ欲しくなっちゃった。でパーツはフレームないくせにもうコツコツ集めてたからなるほど。もう組むだけだったんだけど、すげえな、だいぶマジでいかれてるんですよ。だいぶいかれてる。あれフォークがフォークはねブリッジクラブ、ブリッジクラブか。ブリッジクラいかれてんな、これ。だいぶいかれてんな。ブでもまあそうちゃんの 1x1 をだいぶカンニングしてたけどね。だいぶトレースされてます。あ、そうか。フルサスしかいない富士店をさ、あれで爆走してたじゃん、あなた楽しかったな。規制を走りながらやばいと思ってこいつでもやっぱあれがね楽しそうだしかっこよかったんだね。そのサスペンションなくてもタイヤでっかかったらいけるんや富士店まああれでしたけどね、何回か危ないことありましたけど、ね、あった危ないっていうのはあったけどいいな。これが結構今俺と谷さんが欲しい自転車のなるほどね。抽象的なもう完成形なんですよ。シングルスピードでファンな乗り方もできるしクルージングもできるし 1x1 だよね。結構ワンバイワンだから金子さんにこう俺らが一生懸命こうやって、ね置いて置いていくそんなことないでしょ。走ってたらいた先の方に実はいたんですよ金子さんが。そんなことない。俺らの方が先走ってると思ったら、絶対そんなことない。追いかけてる気はなかったんだよ。そうそうそうなんか行きたい方向にいたらもう俺金子さん座ってるよ。あれなんかこれ金子さんのじゃない落ちてる金子さんの骨じゃない。なんか下手っぴだからさ、なんか乗り心地云々とか俺言えないんだけどさ、昔プラスがね、好んで履いてた時は転びにくいとか、根っこ石を越えられるとか、滑らないとかディフェンスの意識でプラスが好きだったの。下手くそでもこけないとか、防御で履いてたんだけど、頑張ってさいっぱい練習してるとさ攻撃この低圧にできるから潰せれるじゃん。このバイクをさ荷重した時にさ潰しを感じ取れるじゃん。だから攻めの方でプラスいいなと思ってる最近は。確かに。で空気圧もさ推奨だと多分 20psi 以上入れなきゃいけないんだけど、もう11とかで乗ってるの俺。今これ14か15ぐらい。もっと下げる。まあダメだけどそれ本当はね。でもそうするとこのなんかやるぞって時に感覚だけじゃなくて自転車自体がブンってこうムニュってのきっかけになんかできたりするから、バネになりますもんね。最近僕たちがよく行くのってコースじゃないですか、マウンテンバイク、だったらまあもうパンクしたら車まで戻ればいい。俺あれなんですよね、俺の今作りたい26インチプラスはフロントサスなんですよね。あ、もう全然いいと思う。そう、フロントサスで長いんですよ、もう、今のマウンテンバイクなんかこうビヨーンって、だからあれがコンパクトになってる26インチプラスのサスペンションのシングルがめちゃくちゃ欲しい。そうで、なんか多分同じ感じなんですよね、その26インチプラスの利点もそのムニュっていうのも生かしつつ、でもそのサスペンションは俺の中で保険っていうか、普通にやっぱ楽しいから、そうそう、入れてて楽しいなと思ったから、なんかその辺をねうまくやれるやつだったら作ってみてえな。そしたらやっぱインスティゲーター 2.0 ってすごいあれだったのかな。すごいっす。あれマジで欲しい今。後ろ超短くてあんなもの当時俺何も引っかかれなかった。あれ俺も。いやでも俺には関係ないフレームだと思っちゃった。でもそう、さっき言ったやつあるじゃないですか、ローサイドでできんだって思っちゃいました俺。ああ、ローサイド。俺これそう100から120でね、そうですもんね。短い服だったら入る。そう。
お客さんでねこれに空手モンキーのリジット入れてる人がいて、まあ、めちゃくちゃになるんだけど、でもその人乗るの上手い人だからかっこよかった。なんかフォークちょい長くなってるぐらいの方が俺もローサイドなんか良かったんですよね。でそれが一番短い420なんだよ、ブリッジクラブとローサイドが。26プラスで天井ツンツンみたいな。そうですよね、そうですよね。確かにもうちょっとそうだね。そうね。これはめちゃくちゃプレイな感じがある。いいですね。いいっすね、俺。まあ夢見てたほど上がんないけどね。いや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 上手い人乗ってると上がるじゃん、これって難しい。難しい。意外と後ろもそんな短くなくて BB もそんな高くないの。高くないですね、これ確かに。だからね、このモデルが出た時のプロモーションビデオの乗ってるあの人がめっちゃかっこよくてうまいだけで同じことはできなかった。頑張ってでも本当にあんな人たちがゴロゴロいましたよ。ミネアポリスミネアポリスだって怖い。本当になんかあいつも BMX ライダーなんだよとかってやつがローサイド乗ってるの。黒い真っ黒系の真っ黒系のもう感謝のやつ乗ってるんだけど、もうねこんな飛ぶみたいな。そうだよな、結局乗る人なんだよな。そうそうそう。いや乗り続けましょう頑張って。でも機材から入る私は。いやめちゃくちゃかっこいい。機材から入るっていう言葉を発する人のバイクじゃないですか。まあまあ確かに確かに。ホイールから入る。いや本当にもうちょっとこれ早く使ってみたい。紹介できるフレームマジでないけど、興味持っていただけたらこの3人のうち誰かに言ってくれれば一緒にマジで考えます。変なバイク。とりあえず A バージョンも組んで。あとローサイドサスペンション入れたい人いたらぜひ俺に声をかけて。自分が試乗したいでしょ。試乗したいだけじゃないですか。サスペンション選び一緒にやりたい。まあでもそれもありますからね。そうだね。サスペンションはもう買えばいいもんじゃないんで。いや2年後違うこと言ってるかもしれないけど。いやでもまあ楽しいよ本当に。楽しいね。リーチコマ入ってきたら誰か組んでほしいな。あ確かに。そうですね。あれまだ続けますか。もうずっと一緒のこと言ってるわ。